今回は古今東西、コスト軽減効果を持ったカードたちを、独断と偏見で10枚選出しました。懐かしい初期のカードから、現在のカードまで、全体的な使用コストを下げるものから、自身の使用コストを下げるものまで、様々ですが、視聴者の皆さんのノスタルジーに刺されば幸いです。では、早速見ていきましょう。コスト軽減と聞いて誰しもが最初に思い浮かべるであろう、元祖コスト軽減クリーチャーと言っても過言ではありません。このカードは DM2 というかなり初期の段階から、登場していたクリーチャーで、場にいる限り呪文を唱えるコストを、1軽減できる能力を持っています。2マナで召喚できるため、ゲーム序盤から軽減効果を使って、ドローソースや除去などで大きなテンポアドバンテージを、稼げるカードとして多くのデッキに採用されていたかと思います。パワーが1000しかないため、後に登場する全体除去呪文等の格好の的になることから、物理的にマナが増えるしびれ足だけや、ドリーミングムーンナイフ、フェアリーライフが優先して使われるようになって、このカードの採用率が大きく下がりはしたものの、未だにコアな人気があるカードの1枚です。龍脈噴火と組み合わせてマナブーストとコスト軽減をしつつ、相手のマナゾーンを焼け野原にするランデスデッキには、何度も苦しめられました。こちらも元祖コスト軽減クリーチャーとして知名度の高い害悪、失礼しました。可愛いイラストの1枚です。種族にドラゴンとあるクリーチャーだけという制限はあるものの、召喚コストにも下げられるため、ドラゴン主軸のデッキには必ずと言っていいほど採用されていました。とりあえずルピアが召喚された開始のターンで除去できないと、大型のドラゴンがどんどん出てきて圧殺される可能性があるため、仲間内でのこいつの除去は死活問題だったのがいい思い出です。ちなみにこのカードの効果、最大にコスト下げるのではなく、絶対に2コスト下げ、かつ1コスト以下にはならないという能力なので、例えば6コストのドラゴンを召喚するときにこのカードが3体場にいたとしても軽減されるのは4で、2マナ必要となります。思い返せば結構ご用していた方もいるんじゃないでしょうか。現在は殿堂入りしている1コストの自然文明呪文で、発動後に召喚するクリーチャー1体のコストを、最大で3少なくすることができます。DM14 で登場したこのカードですが、当時はコンボパーツ的な立ち位置で、採用率も高くなかった1枚です。というのも、テンポアドバンテージを稼ぐために、わざわざこのカードを使うよりも、単体で使用できるマナブースト系のカードの方が好まれ、かつ召喚したいカードが同時に手札にいないといけなかったためです。しかし、早期に出すとより効果的に制圧力を発揮できるカードが増えて、脚光を浴び始めました。実質にマナ加速を、デッキのタイプや、色にあまり関係なく発動できるということで、2016年の9月には殿堂入りが決定しました。マナゾーンに5色が必要なフェアリーミラクルや、ドラゴン軸でないと意味のないメンデルスゾーン、ブーストカードとしては若干重い4コストの獅子王の遺跡など、2マナ加速の恩恵を得るには結構縛りがある中で、一時的とはいえほぼ制限なしで使えてしまったらそりゃ殿堂入りしますよね。DMR22 で登場した3コストの非文明呪文です。前述したフェアリーギフトと比べて2コスト重く、種族も火のドラゴンのみという制限がある代わりに、軽減できるコストが最大5で、召喚したクリーチャーに、スピードアタッカーを付与できるといった能力になっています。ドラゴンという制限はあるものの、基本的にドラゴン軸のデッキには、大型のドラゴンが採用されるので気にならず、しかもメガマナロックドラゴンと組み合わせることで、上流バジュラを超えた速度の疑似ランデスを開始できてしまうことから、多くのプレイヤーがこのカードを非難しました。せっかくフェアリーギフトを殿堂入りさせたのに、調整カードとして登場したこのカードがむしろ状況を悪化させてしまったため、歴代5位の速さで殿堂入りを果たしました。ちなみに登場からわずか294日で、1年未満でした。スピードアタッカーも付与できてしまうせいで、4ターン目にメガマナロックドラゴンの登場時と攻撃時の能力で2マナ、疑似ランデスを食らって一方的にボコられた恨みは今でも残っています。ランデスって、するのは楽しいけど、されるとストレス半端ないですよね。お次はシンパシーという、自分の場の指定された種族の数につき、召喚できるコストが軽減される能力を持ったカードの中でも、特に採用率が高かったのではと思うこのカードを選出しました。DM13 で登場したこのカードは、攻撃時にシールドトリガーを、封じる能力を持っており、疑似的にプレミアム殿堂となっている、カーストーテムのような使い方で採用されていました。また、
攻撃宣言さえできてしまえれば、シールドトリガー以外の方法で、破壊されてしまっても封殺効果が残るため、後続のクリーチャーでの攻撃も安心して行えることから多くの人が、フィニッシャー要因として使っていたかと思います。個人的な話ですが、イラストも非常に中二心をくすぐる一枚で、初めてこのカードを見た時に心が痺れました。同志はいませんか？ TM32 で登場した11マナの自然文明クリーチャーです。ソウルシフトという、進化元のクリーチャーのコストの分だけ、自身の召喚コストを下げられる能力を持っています。極端な話、10コストの進化元クリーチャーに乗せて、進化すれば、実質1マナで召喚できてしまう夢のあるカードです。この能力もコッコルピアの軽減と同じように、コスト11以上の、クリーチャーを進化元に指定しようとすると、1以下になってしまうため軽減効果が使えなくなるので要注意です。ちなみに複数の進化元を選択して、それらのコストの合計分、コストを軽減できる無限ソウルシフトという能力も存在します。とはいえその分通常のコストが非常に重く、あまり実戦向きではないのでほとんど使われているところを見ませんが、DMRP9 で登場した非文明のクリーチャーで、殿堂入りまで歴代3位の速さを誇る問題カードです。自分の場のクリーチャーを好きなだけ破壊し、その分だけ召喚コストを少なくできます。また、この方法で破壊したクリーチャーの枚数分のガチャレンジ召喚と、自分のクリーチャーすべてにスピードアタッカーを付与するおまけ付きということで、悪さしかしませんでした。1コストのクリーチャーを4体並べておけば実質1マナで、召喚できてしまう上に、4体のガチャレンジクリーチャーが、一瞬で揃ってしまうため、シールドトリガーさえ踏まなければ勝ち、というシンプルなワンショットキルが横行しました。殿堂入り後は、このカード1枚に頼ったデッキ構成でなくとも、戦える環境となってしまったため、採用率が一気に下がりました。登場してから一戦を去るまでの速さがミサイルさながら、あっという間に姿を消した一枚でしたね。いい気味です。安定した4ターンキルで、何連続とボコられた心の傷が、やっと癒えそうです。DMRP4 で登場した、ドローの枚数に応じて、召喚コストが軽減されるクリーチャーです。ターンの初めの通常ドローも含まれるので、実質6マナで召喚することのできるブロッカーな上、召喚時にカードを3枚までドローできる能力も持っているので、高い汎用性が期待できるカードです。このカードと相性が良いカードとして、月光伝人おぼろかげろうが挙げられます。あくまでドローという行為をした回数でコスト軽減ができるため、おぼろかげろうの能力で最速3ターン目に召喚できてしまうのです。しかもドロー効果で次のティガウォックを引いてるもんだから、わらわらと追加で出てきて鬱陶しいことこの上なかったです。TM28 で登場した闇文明のナイト、デーモンコマンドで、自身の墓地の呪文の枚数につき召喚コストを1軽減できる能力を持っています。墓地肥やしや、多くの軽量呪文を使うデッキにとって、このクリーチャーを出すことはそう難しくなく、除去能力と合わせて採用する人が多数見受けられました。ちなみに、同じ軽減効果を持つ魔導管理室カリアドネが後に登場しますが、こちらは正式に、墓地にある呪文に対してのシンパシーが記載されています。あと、種族にデーモンコマンドを持っているため、バロム系の進化元としても使用でき、ナイトデッキなのに、いきなり進化でバロムが出てきて面食らったのは良い思い出です。最後は DMRP5 で登場した非文明のジョーカーズです。召喚時に、自分の場のジョーカーズを好きな数戻すことで、その枚数分のコストを軽減して召喚することができます。このカードの真髄はジョラゴンビッグワンという、自分の手札から、捨てたジョーカーズの出た時効果を使えるという点で、しかも回数に制限がないため相手のハンデスを、牽制できるといったメリットもあります。ゲラッチョ男爵やノリノリンなどのアンタップ効果を持つカードを、複数枚引けていれば、疑似的な無限アタックで、一気にゲームを終わらせるポテンシャルを秘めている一枚です。いかがでしたでしょうか？コスト軽減の能力を持ったカードはかなり初期の方から登場しており、リメイクや関連カード、軽減方法の多様化で、常に進化し続けているジャンルと言っても過言ではありません。正直、紹介したいカードは他にもたくさんありました。あのカードが出ていない、あのカードの解説が見たいという方は、ぜひコメント欄でリクエストしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。